では、まず前座としまして、この対面鉄道についての基礎知識を若干解説しようと思います。中にはもうそんなことは知ってるよっていうような話もあるんじゃないかと思いますけども、まあ、気楽にお聞きください。最初のスライドの写真にあるのはこの有名な戦場に架ける橋。正確に言えばそうではないけれども、モデルにされてしまったというメクロン鉄橋というのが元の名前です。これはタイのカンチャナブリの町の郊外にあります。戦場に架ける橋というのは後から申しますが、非常に有名になった1957年作成の映画の名前です。さあ、そもそも対面鉄道って何でしょう？対面。対面というのは、タイ、それからビルマ、ミャンマーですね、今の。これを結んでいた鉄道です。つまり本来の名前は対面連接鉄道と言いました。英語だとなんか The Thai Burma Railway とか言いますね。タイとビルマを結ぶ鉄道が対面鉄道です。現在、この両国を結ぶ鉄道はありません。自動車道はありますけれどもね。右に見える写真は対面鉄道のスタート地点であるノンプラドゥークという駅。この構内に記念碑が、かなり最近になって日本人の手で設立されました。対面鉄道というのはどこにあったんでしょうか？あるいは今でもどこにあるんでしょうか？ざっと地図をご覧ください。左側が東南アジアの地図です。1941年12月8日に始まる戦争で日本軍はこの辺り一帯を一気に占領します。その中でミャンマーというのとタイランドという国がありますね。左手のあたりです。そこを結んでいたんです。それの拡大図が右側です。これあるサイトから拝借しましたけれども、バンコクとそれからミャンマーの首都ヤンゴン、ラングーンを結んでいたんです。その中のノンプラドゥークからビルマのタンビザヤまでの415キロです。ただしこのほとんどは撤去されまして、今でも列車が走っているのはタイ側、バンコクからカンチャナブリを通って、そこからのナムトクというところまで百数十キロです。今のさらに拡大して起点ノンプラドゥークからタンビザヤまでを書けばこうなります。対面鉄道ヨーズというものが作られまして、その中に駅があります。駅が何十軒ありましたかね。次、いつ作られたかです。作られたのは昭和17年、1942年の7月から始まりまして、翌年10月25日に開通式が行われます。つまりこれは戦争中なんですね。日本軍は、タイは独立国で中立国でしたが、ここに駐留して、そしてビルマへ侵攻してビルマを占領していたその時期にこの鉄道は作られました。415キロあります。これは東京と大垣の距離に当たります。その中を、しかもこれはジャングル地帯です。その熱帯雨林を突き抜けて作る難工事を1年と3ヶ月で達成しました。写真は今でも残っている鉄道の部分。下木造ですね。木造のこの桁、橋桁を通して、レールを高いところを走らせるというやり方ですね。参道橋なんて言いますけど、その部分です。対面鉄道今でも乗るとあちらこちらにこの危ないところがありまして、ここなんかが一番の名所です。誰が作ったか。まず日本陸軍の鉄道隊です。鉄道連隊というものがありました。もちろんこの鉄道連隊にはいろいろな支援部隊があります。水を供給する、それから防疫、疫病を予防する、
その他の部隊、それから軍属ですね、軍人ではない軍属の人たちも動員されました。国鉄の技師の人などです。全部で1万1000人ぐらいが工事に当たりました。タイ側を担当したのが鉄道第9連隊、ビルマ側を担当したのが鉄道第5連隊でした。これに連合軍の捕虜、約6万人が加わります。イギリス軍、オーストラリア軍、アメリカ軍、オランダ軍。1941年から42年初頭にかけて日本軍が快進撃をしたときに、シンガポールやマニラやジャカルタやそういったところで日本軍の捕虜になった連合軍の兵士が6万数千人動員されました。それプラス、東南アジアの諸地域から動員された労働者、労務者なんて言われますね。中央給金が出てはいるらしいんですが、これが何人いたかわからない。しかし5万人という話もあれば10万人という話もあります。次、一体何のためにこの鉄道を作ったのか。ビルマは日本軍と英印軍、イギリス・インド軍ですね。インドに駐留したイギリス軍です。また中国の国民党軍、これの戦闘の最前線でしたから、このビルマへの補給を確かなものとするために、陸路での鉄道建設が求められました。そこで作られたのが対面鉄道です。いろんな説明がされてましてね、一つは1942年、昭和17年6月にミッドウェー海戦で日本軍の海軍が敗れたと。これで制海権を失ったから対面鉄道を作ったんだという説明もありますが、この建設が始まった段階で果たして、ましてや計画の段階で、このミッドウェー海戦の結果が日本陸軍に知られていたかというと、これ怪しいです。だからこれが本当の原因だとは思えません。それから、鉄道完成後の1944年、昭和19年のインパール作戦、インドへの侵攻作戦ですね。今日、久野さんのご発表がありますが、これについて。対面鉄道は補給路として重要な役割を果たしました。ただし、インパール作戦のために対面鉄道を作ったという説明がよくあるんですが、これもちょっとおかしいんです。建設を始めた段階では、インドへの侵攻、つまりインパール作戦というものはまだ具体化していませんでした。むしろインド侵攻は却下されたということがあります。対面鉄道があったからインパール作戦に踏み切ったとも言える。そのことは言えますが、インパール作戦のために対面鉄道を作ったわけではないです。右の写真はこの捕虜の宿舎を再現して、どこかの博物館に展示しているそのものです。木と竹でできています。で、この鉄道、別名はDeath Railway、死の鉄道などと言われることがあります。非常に大勢の犠牲者が出た、特に連合軍側、労務者の側に出たことでも知られています。どれぐらい亡くなったか。連合軍の捕虜は6万名余りのうち1万2000名が亡くなったとされています。この数字はほぼ確定しています。つまり一人一人の名前がはっきりしている。なんとか大虐殺なんていうのは研究者の数だけその犠牲者の数が違って数十人から数十万人までありますが、そういうことはこの対面鉄道ではありません。そしてアジア人の労働者、労務者についてはこの死亡数もよくわからないんです。お金だけもらってちゃっかり逃げたというのもいれば、そこに住み着いたという人たちもいます。そもそも何万人来たかわからないし、何万人亡くなったかわからないというんですが、連合軍の捕虜よりも死亡者がこの労務者に多かったことは確かなようです。ある時には1万数千といい、別の統計では10万人超えるという人もいます。わからない。一方、日本軍1万1000人が動員されましたが、900名前後が亡くなっています。病気で亡くなった人もいれば、空襲で亡くなった人、事故で殉職した人もいます。なぜこれだけ大勢が亡くなったか。これは疫病が最大の原因です。気候の悪いところ、
高温多湿、雨が多いところでマラリア、コレラ、赤痢といった病気が蔓延しました。で、この流行を抑えることができなかった。これは最大の原因です。なお、それは日本軍が捕虜を虐待したからだ。ということがよく言われますが、これについてはいろいろな解釈が分かります。虐待そのもので亡くなった例はほとんどない。脱走しようとして殺された人は何人かいます。圧倒的大多数、1万2000人の圧倒的大多数は疫病で亡くなっています。ただそれは食料の補給が悪かったから、体が弱っていた。そこへ病気が来たから亡くなったという、そういう説明もよくされています。さあ、対面鉄道は1943年10月に完成をします。すると、すでに戦争は連合軍の側に有利に動いてましたから、早速爆撃が始まります。アメリカ、イギリス軍は対面鉄道の駅、線路、橋、機関車を目標に空襲を繰り返します。で、有名なメクロン鉄道橋も一度は破壊されます。ただ日本軍はすぐにそれを復旧します。木でできている橋というのは直すのも早いんです。爆撃で木製の橋が壊されても翌日には直っているという調子で鉄道の運行は続きます。ただし急増のこの脆弱な路盤、無理な勾配、連合軍のその空爆、そういった悪条件のもと鉄道は運行されるんです。ただ当初考えてたほどの量は運んでいないと。しかしながらともかく兵員や物資、燃料などをビルマに運ぶ。それを人間が歩いていく、あるいは車で、燃料もないのに運んでいくのに比べればずっと多かったことは確かです。ちなみに鉄道の燃料は石炭ではなく木炭、薪だったそうです。で、右側の写真は白黒ですが、その戦争中に、完成した対面鉄道を列車が走っている場面ですね。しかしながら大戦の末期、昭和20年、1945年になりますと、ビルマで敗れた日本軍がタイへ撤退するルートとして、この対面鉄道が活用されるようになります。そして戦争は終わります。1945年8月に終わります。イギリス軍がやってきますが、まずビルマ側については線路も路盤も撤去してしまいます。右側の写真は現在残るそのタンビザヤの対面鉄道の起点ですけれども、そこでレールが途切れているのはそこから先を全部撤去したからです。で、タイ側はどうなっていたか。イギリスは、この鉄道はイギリス軍の捕虜が作ったんだという論理で、タイにこの鉄道を買い取らせます。その後、約3分の2は鉄道も枕木も撤去されてしまいます。これはタイ政府がやったという部分と、地元の人がレールも枕木も売れますから、それで撤去して売り飛ばしたという話もあります。さあ次、9番目、戦犯裁判。これも対面鉄道の歴史で、有名なものですね。今日、橋本さんの発表がありますから、詳しくはそちらをご参照ください。従来にはなかった、新しい視点も提供されています。さあ、対面鉄道と切っても切れない、切り離せない悲劇は、戦争中の大勢の捕虜、労務者の死亡、そしてこの戦後の BC 級裁判による大勢の刑死者です。戦争犯罪人として起訴された者は120名いらっしゃいました。うち111名に有罪判決が出て、死刑判決が32件出ているんです。これは突出して多い人数です。つまり東南アジアあるいは中国などで戦犯裁判が行われましたが、これだけ多くの、有罪、起訴者、被起訴者、有罪者、死刑判決者が出たのはこの対面鉄道が群を抜いて多いです。それも詳しく見ますと、
捕虜収容所の関係者、例えば監視をしていた軍属、あるいは収容所長といった人が有罪、あるいは死刑判決を受ける例が圧倒的に多かったです。作業隊の鉄道連隊ではこれが少なかったです。連隊長も起訴されていません。だから悪いのは捕虜収容所で鉄道連隊は悪くなかったとか、そういう単純な話ではないです。そしてその死刑判決の多くは捕虜労務者への虐待ゆえであるとされるんです。しかし虐待で亡くなった人はほとんどいないということも考えると、この裁判は公正な裁判、弁護人も立てて公正な裁判の体裁を取った復讐裁判だという評価がよくされますが、そう当たらずとも遠からずではないかと思います。さあ、クエスチョンの10番です。戦場にかける橋という映画があります。1957年にアメリカ、イギリスの合作で作られました。これがアカデミー賞を取りまして、戦争映画の傑作と今でも呼ばれていますが、この映画ですね、今 YouTube で見ることができますから、後からご覧になってください。日本軍と日本人の野蛮さ、それからイギリス軍とアメリカ人の豪気さ、信念を曲げないというところと、彼らは文明人であるというところを強調した作品なんです。この映画でこの対面テスト有名になりましたから、相当ネガティブなイメージが定着をしています。そしてまたこの主題歌でクワイガーマーチというのがボギー大佐なんて言われますね。あれが有名になりまして、当時捕虜たちが本当に歌っていた、口笛を吹いていたんだとも言われます。そしてこの映画が有名になってから、カンチャナブリーの町からも近くて便利な例のクワイ川鉄橋、メクロン鉄橋ですね。これが映画の橋のモデルにされてしまった。つまり、モデルがあってそれから映画ができたんじゃなくて、映画ができてからモデルが探されて、これだってことになって。で、現在この橋の周辺は観光名所と化しています。レストランとかホテルとか、いろんな博物館とかが並んでいます。で、11番目。対面鉄道の今後についてです。今ですね、列車が通っているのは対岸の百数十キロだけです。しかも1日2本、観光列車みたいな列車が走っている。からタイとミャンマーの間にはダムができて、その底に沈んでしまった部分も多いとされます。しかしその対面鉄道を復活させようという動きは時々出ます。それからユネスコの世界遺産に立候補しようという動きもあります。観光目当てですね。で、歴史の場合はむしろ戦後に著しいと書いておきました。英語の世界で対面鉄道について日本側の立場を変えた著作はわずか2点。連合国側のものは100点を下らないと思います。数万人の捕虜、しかも戦友が亡くなったという、日本軍にひどい目にあったという、その思いを抱いた数万人の英語のネイティブスピーカーが戦後国へ帰ってきました。その人たちがどっかで話す、思い出を書く、そういったものがもうたくさんあります。そして歴史の奪い合いというのは連合軍の中でもイギリスとオーストラリアの間などでも起きていることです。これも後から橋本さんのお話を伺っていただきたいと思います。以上ご清聴ありがとうございました。引き続き今日は研究発表が2本から最後に機関車 C5631 保存会の活動報告が行われます。ゆっくりお聞きになってください。ありがとうございました。